コメントが来たニュームーンデーの新仕様について、ジャスパルと申します。昨日の動画たくさんのコメントをありがとうございました。4月の第12回ニュームーンデーからダークライが卯の花雪原に隔離されてしまうということで、厳密には隔離されたわけではなく、手持ちのダークライがおそらく恥ずかしいから卯の花以外は遊びに行きたくないと、1年頑張ったんだし他のフィールドはもうミュウさんにお願いしようよと、ダダをこねている的な状況なわけなんですけれども、とにもかくにも今回の調整を受けて、今後幻のポケモンを育てるのが今よりもっと難しくなるんじゃないかというようなことを動画でお話ししたところ、コメントがもう過去一レベルでついておりまして、かなり多くの方が思うところがあったんだろうなっていうことで、いくつかコメント見ながらダークライやミュウに対して今後どう対応していくのが良さそうか、いろいろとお話ししていこうと思います。それでは参ります。まずね、今後の幻のポケモンに対してどう育成していこうかということの回答とも呼べるようだなと思ったコメントがこちら。これはダークラアイが試されるってことで、このコメント好きなんですけど、もうねマジでこれなんじゃないかなと思ってます。行ける時にダークライに会いに行く、サブレもたくさんあげる、雨ブーストもする、一緒にたくさん寝るってことで、ダークラ愛を育めるかどうかなんじゃないかなという気がしてます。いかにねダークライを持てるかどうかが鍵になってくるような気がしてます。これね、ダークライだけじゃなくてミュウもそうだと思うんですよね。来年また新しい幻のポケモンが来て、ひらめきガチャとかがよりやりにくくなるかもしれないので、ミュウもダークライもがっつり育成しようと思ったら気合、愛、そこなんじゃないかなと思います。私ね EXP ダウン性格のスイ君を育成してまして、レベル62とかまで来たんですけど、もうかなり長いこと一緒に寝てたりだとか、雨ブーストもたくさんしたりだとか、気合でね育てました。ただスイ君に関してはね、サブスキルが分かっていて育成しているので、そこがおいおいひらめきガチャになるというのとはまたね状況が全然違うので、気合というよりはやはり愛なのかもしれませんねそういったところはねどうしても必要になりそうだなと思ってます。ただ育成するだけであれば意外となんとかなるよりかなというのはお伝えしておきたいと思います。ってことでね、幻ポケモンの育成はロマンと愛、一旦そこかなと思ってます。お次のコメント、この問題、ひらめきの種を幻ポケモンに共通化するだけで大半は解決しそうなんだよな、ありえそうってことで、これ系のコメントね非常に多かったです。ひらめきの種の共通化だったり、何かしらで配布してくれないかっていうコメントですね。もしねこれが来てくれたら、ひらめきガチャに関してはね、好きなポケモン選んでそれなりに試行回数が稼げそうなので、運が良ければ育成するっていうフェーズに持っていきやすいだろうなと思います。やっぱねガチャ回すのって楽しいですからね、その機会が増えてくれたらとても嬉しいなと思う一方で、別のコメント、ダークライ育成してるけど毎月ダークライの飴たくさんもらっていてなんとかなりそうだったのが、ミュウ追加で分散すると思っていたのに、フレンドからの飴の供給が50分の1とかになる気がするってことで、これ結構冗談抜きで50分の1ありえますよね。結局ねこれがきついんじゃないかなとは思うんですよね。私が最も懸念しているのが、ダークライの飴の入手難易度が劇的に上がるっていうことで、特にフレンドさんからの飴、ここがなくなりそうなのが最もダメージでかかろうと思っていて、自分でね卯の花に行ってダークライを探すっていうのはある意味自由にできるところなんですけど、フレンド飴が、どうしてもその時々のキャンペーンだったりとかによってがっつり減りそうじゃないですか。なんならラティアスリサーチのニュームーンデーのタイミングでは1個も送られてこないなんてザラだと思うんですよね。なのでどうしてもやっぱ飴が入手できなくなる分、本当に一緒に睡眠できる機会を増やしたりとか、万能飴を極力回していったりだとか、本当にね場合によってはダークライ飴をみんなで送り合うコミュニティに参加するみたいな、そういうのもね結局行き着くのは愛みたいな話になってくるかなとは思うんですけど、育成難易度の増加はどうしても避けられないものがあるとして付き合っていくことになるんだろうなと思ってます。特にねダークライは木の実の能力が結構しっかり高いデザインのステータスだなと思ってるので、レベルさえ上げておけばそこそこなんとかなると思ってるんですけど、そのレベルが上げづらくなるっていうのがねミュウより課題になるような気もしてますね。
ミュウもね本当に新たな幻のポケモンが来たら同じような状況になっちゃうことも予想できるので、ホリデーアメブーストとか今年のひらめきガチャの結果次第では検討してみるなんていうのもねいいんじゃないかなと思います。で、年末鍋拡張のかけらがどうなってるかもちょっとわからないので、愛を育むにはかけらという名のお金が必要ということで、現実でもねお金がないと離婚しやすいみたいな世知辛い話は聞いたことがあるので、夢のかけらというか現実のかけらを愛のためにしっかりと確保しておくということも忘れずにという感じですかね。本当にね、幻のポケモンたち通常のポケモンの 2.2 倍 EXP を必要とするので、そこをアメブーストも使って育てていくとなると、本当に普通のポケモン 4.5 匹分ぐらい育成するほどの飴は必要ないか、かけらが必要になってきますので、それプラスひらめきのガチャでサブレも必要ってことで、やっぱね幻のポケモンは高いです高級ポケモンではあるなと思うので、やはりロマンと愛なのかなと思います。お次のコメント。第12回ニュームーンデーはダークライが卯の花限定なだけで、第13回以降も同じって書いてありましたっけ？コメント欄荒れまくってますけどってことで、これね書いてないんですよね。なのでそのうちダークライも卯の花以外に出てきてくれることは大いにあるかもしれないなと思ってます。しかもですね、ミュウに関するお知らせのところにワンチャンあるかもなっていう記述がありまして、読んでいくんですけど、ミラクルスナップミッションでミュウを仲間にできなかった場合、ニュームーンデーで初めてミュウが現れた際に集めたミラクルスナップの枚数に応じてフレンドポイントが上昇します。8月のニュームーンデーの睡眠リサーチまでが対象です。それまでにミュウと出会わなかった場合、フレンドポイントは上昇しませんということで、8月までみたいな記載が一応あったりするので、もしかしたら9月以降はまた仕様が変わる可能性もあるのかななんてことで、ちょっと注目したいなとは思っています。ただね、この件についても、なかなか大きめな懸念点がありまして、ここからはねちょっとバージョン 3.4.0 アップデートで追加された要素の若干のネタバレを含みますので、ネタバレ NG な方はこの時間まで飛ばしてもらえたらなと思います。画面に表記しておきます。ってことで、ここからは若干のネタバレを含むんですけど、アップデート 3.4.0 でメタモンの寝顔が追加されておりまして、これがミュウネであることが判明してます。一昨日もうねアップデート後すでに出現してたみたいですね。で、このミュウネのメタモン、卯の花にだけは出現しないんですよね。じゃあダークライネがあったってよくないかと思いはするんですけど、そんなわけでこれね、もしかするとミュウは今後卯の花以外全部のフィールドをずっと出現するフラグと考えられなくもないので、ミュウに関してはね今後も結構育成しやすい可能性もあるのかもなと思えなくもない要素かなと思ってます。それはそれでね、ダークライさんが不憫すぎないかという気もするんですけど、彼はテレアなのでしょうがないのかもしれないということで、一旦ね9月以降どうなるのかちょっと気にしたいなというところですね。 OK ってことで、ネタバレ区間は終了いたしました。ミュウは今後も育成しやすいかもねっていう可能性のお話をしてました。なお別のコメントではですね、これは次のフィールド悪タイプ確定ですな、ミュウとダークライの出現フィールドが被らないとなると、来年以降の新規幻の初期出現フィールドが減るということか。新島増えればプラマイゼロだけど、新規さんは新島行けないから辛いかもしれないですねってことで、次の新フィールドが悪タイプのフィールドになって、そこにはダークライが出てきてくれるんじゃないかっていうねコメントもありましたし、これなんとなくありえそうだなとも思ったんですよね。もしそうするんだったらそこで編成するためのダークライを今育てたくはあるんですけどね。そんな感じでね、憶測も交えながらいろいろとお話ししてきたんですけど、基本的には今回の調整で特にダークライはカジュアルに育成するにはなかなか手を出しづらいポケモンになったなとは思います。どうしても現状の仕様のままだとですけどね。もともとねカジュアルに育成できたかと言われれば覚悟が必要な類ではあったと思うので、立ち位置そのものはあんまり変わっていないのかもしれないですね。本当に私はね基本的に自分以外にはあんまり期待しない行き過ぎたドライみたいな性格をしていると思っているので、
今回の調整マジかよとは思いつつ、こういう調整が来るんだったらそれに対応して動きを変えるしかないかくらいの感じでね、特に失望とか不安みたいなものは感じてないんですけど、やっぱポケモンスリープってそもそも長く遊ぶデザインのゲームっていう側面が大きいと思っていて、なので多くの方が未来に向けて何かしら期待しながら遊んでると思うんですよね。ダークライに関してもいつかレベル60になったらとか、ひらめきの種ガチャが成功したらみたいな、そういう未来への期待が大きなモチベーションになるゲームだと思ってるんですけど、ものすごく極端に言ったらすごく育てづらくなるけどよろしくねって突然言われたら、おいおいそりゃないぜって思うのも無理ない話だと思うんですよね。私はねこんなスタンスなので運営さんを批判することも擁護することもおそらくないんですけど、多分リサーチの仕組み仕様的に一緒に出現するのが難しかったとか技術的な何かがあったんじゃないかとは思いたいですし、これまでもねダークライ関連って本当に調整に調整を重ねてカジュアルにも育成しやすいような仕組みを作り続けてくれていましたので、そこに関しては運営さんの次なる一手を期待して一旦ね我々にできることは幻のポケモンたちはより愛と気合で向き合っていくぞってことで、今後も可能性探っていきたいなと思います。ダークライもね悪タイプの気のみ得意みたいな部分で本当に大きなポテンシャルがあると思っているので、好きならまだまだ育成を十分に検討できるポケモンだとは思うんですけどね。ウノ花限定ってなるとねニューラがライバルになってきそうなので、両方育てるみたいなところで相当な愛は必要だろうなとは思うんですけど、でミュウに関してはね気のみ得意として見たらさすがにネイティとか厳選する方がよかろうと思ってるんですけど、食材もそこそこ持ってこられる飴集めポケモンとしての立ち位置がどれだけ使いやすいのかっていうのは私まだちょっとわからないので、ぜひねミュウすでに育成されてる方はどんな感じかお聞かせいただけたらなと思います。ちなみにデリバードは採用してまして、デリバードに関してはね本当にだいぶ当たり前だとは思うんですけど、食材に用がある時しか編成してはいないですでもねたまにスイ君の横とかでクレセリアとかライコーの横で編成することもあって、そういう時にプレゼントの飴が当たってくれるととても嬉しいなとは思うので、ミュウそのものは本当に意外と育成しやすいっていう可能性はありそうだなとは思ってます。なのでそこはちょっと育成してる方のコメントお聞かせください。一旦ね本当にしばらくの間はひらめきガチャがミュウになってくるかと思うので、まずはそこを楽しみつつ気合を入れて育成するのかどうかっていうところを考えていきましょう。そんな感じで、最後に今回の件にはあんまりね直接関係するわけじゃないんですけど、ワクワクする未来についてのコメントを読んで終わりにしたいかなと思います。わかんないけどいつか持ち物的な新要素が追加されて、それでどうにかこうにかいろいろとうまいことなってくれないかなと勝手に思ってるってことで、これもうねずっとなってほしいんですよね。なんかサブスキルを付与できるアイテムとかあったらね面白そうですよね。このコメントを返信した中ではね、持たせると1週間だけメインスキルレベルがマックスになるお試しパワフルハーブとか、スキルを使わなくなる代わりに食材や木の実の数が増える突撃チョッキーとか、元気が2倍早く減る代わりにお手伝いスピードが 1.3 倍になる命の玉とかみたいなねことを書いたんですけど、幻のポケモンたちね育成しづらいので、例えばね睡眠 EXP が増える幸せ卵とかそういうのも来てくれたら嬉しいですよね。あとはね直接持ち物には関係ないんですけど、リーダーに編成しているポケモンって飴を拾う確率が高いとされているので、ぜひ幻のポケモンたち一緒に寝る際なんかはそこも意識してみるといいかなと思います。育成しづらいポケモンはリーダーにってことで、持ち物はいつか来たらいいなってことで、ダークライたちが育成しやすくなるような次なる一手に期待しましょう。そんな新仕様のダークライたちについてでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みになります。本当にねたくさんのコメントありがとうございました。皆さんのグッドハイプコメント非常にダイレクトに届いております。本当に助かってます。
それではね、最後の最後にまた一つだけコメントを。今後幻のポケモンに出会えないニュームーンデーのリサーチのカウントはどうなるんですかね。ミュウもダークライも幻のポケモン、特別ピックアップとして一緒くたにされて、ミュウもしくはダークライに出会えてから3日後には確定でミュウもしくはダークライが出現するのか、ミュウはミュウ、ダークライはダークライと個別でカウントされるのかってことで、これね、どうなるんでしょうかね。もしね、別々でフラグ管理されているのであれば、例えばね、本当にこの方もコメント続きでねおっしゃってたんですけど、初日にミュウに会ってその後フィールド移動するみたいな荒技が使えるような瞬間もねあるでしょうし、シンプルにね、日月火とか週をまたぐタイミングでニュームーンデーになるっていう瞬間もあるとは思うんですよね。ここがどうなるのかっていうのは次のニュームーンデーまでわからない要素ですし、なんなら次のニュームーンデー中ラティアスリサーチなので4月中には判明しない気もするんですけど、ここねどうなるのかちょっと気になりますよね。もしね続報出るようであればまたどこかでお伝えできたらなと思います。ってことで、ひとまずねラティアスリサーチに向けて引き続き準備進めてまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。